こんにちは。テスラ全力チャンネルのタイツです。今回はいつもの分析や事業環境の評価とは少し趣向を変えて、ちょっとしたエンタメとして見てもらえると嬉しいです。今日解説するのは、テスラが将来販売するかもしれないスマートフォン、その名も PiPhone についてです。このチャンネルでは皆さんに誤解を与えないように、憶測を事実として伝えたり、事実と異なる内容や混乱させるような内容をお伝えしないように、なるべく裏を取って事実に基づいて動画を作っております。そしてこの PiPhone がまだ噂レベルの話で、ネット上にはあたかももうすぐリリースされるかのごとく、性能や価格、実物みたいな映像や、また一部にはイーロン・マスクがこんな発言をしたみたいな情報も出回っていますが、公式に発表された情報ではないことを最初にお断りしておきます。それでもなぜテスラのスマートフォン、通称 PiPhone を扱うのかというと、ここ数年、何年も水面下での開発が囁かれ続けていること、スティーブ・ジョブスなき今、代わりとなる世界のリーダーとして、イーロン・マスクに対する期待や、テスラが開発する新しいプロダクトに対する期待が大きいことに加えて、こうした期待が今後テスラ株にも実際に転嫁して株価に影響する可能性があるためです。直近のテスラは無事に株式3分割のイベントをこなしたことに加えて、投資的確級へのアップグレード、足元好調な生産台数が第3四半期中に記録を更新すること、9月30日に行われる AI Day 2、そしてその中で発表されるテスラボット、ツイッター買収の裁判。これは10月の裁判までに動画で一度まとめたいなと思っています。そして、現在一部のユーザーに限定配信されている完全自動運転の FSD バージョン 10.69 の全体適用。こちら内容については私のツイッターをご覧いただけると嬉しいです。そして何より5番目のギガファクトリー建設のアナウンス。最後に、来年以降ですが、テスラセミ、サイバートラック、新型ロードスターの販売と量産化など、多くの新規イベントを抱えています。そしてこうしたイベントに加えて、すでに発表されているプロダクト以外の新規のプロダクトも今後どんどん発表する可能性があります。今回は世界中のテスラファンが作った神話とも呼べる PiPhone をテスラが実際に開発、販売したらというお話と、それがどのような形で発表され、ユーザーの期待を膨らませているのか、そしてこうした期待が今後どのようにテスラ株に影響するのかを解説していきたいと思います。2022年8月、テスラのスマートフォン、モデル Pi がついにベールを脱ぎました。そして同時にテスラの CEO、イーロン・マスクがこの最新鋭のスマートフォンの発売日を公表しました。モデル Pi の発表セレモニーは、2007年に発表された初代 iPhone に比べてどのようなものになるのでしょうか。これを少し深掘って見ていきたいと思います。発表セレモニーではイーロン・マスクはテスラの CEO として新製品の発表を自分の口から伝えると思います。テスラが新型モデルのリリースをするときなど、ほぼ毎回イーロン・マスク自身が登壇して、その魅力を自ら報道陣に対して発表しているからです。発表セレモニーは毎回本当にうまく構成されていて、新型モデルは発表された瞬間からメディアに大きく取り上げられて、広告、宣伝などに費用をかけなくても、ユーザーの口コミだけで関心を集めることに成功しています。しかし、テスラの CEO がずっと噂になっていたスマートフォンのリリース時期をついに明言したわけですから、モデル Pi のセレモニーとその後の話題性はこれまで以上に他に類を見ないものになるはずです。もちろん世界的に大きく注目されている EV メーカーが新しいジャンルのプロダクトを作るわけですから、株価への影響も大きく、多くのアナリストがとんでもないバリエーションで評価していきます。そして実際の株価も今とは比べ物にならないくらい高騰することは想像に難くありません。現時点でおおむね共通認識となっているこのスマートフォンのスペックについても見ていきます。現在 iPhone、サムスン、ヒューウェイのスマートフォンが多くのシェアを占めていますが、ここにテスラの PiPhone が加わることになります。テスラがスマートフォンをリリースするというだけで、すでにスマートフォン業界はパニック状態になります。おそらくいくつかのメーカーのシェアは半減するどころか撤退すら見込まれると思います。
スマートフォンの主流ブランドは PiPhone が市場に出回れば状況が一変するということを理解しているからです。当然彼らからしてみればテスラが EV 業界で何を成し遂げてきて、現状の EV のマーケットがどのような状況になってしまったのかは知っているからです。こうして自社のシェアが奪われることに加えて、価格競争も熾烈を極めることになるので、望ましい状況は何一つありません。テスラは EV マーケットにおいてシェアのトップ企業であるだけでなく、レガシーメーカーと呼ばれる既存の自動車企業を脅かす存在として、またマーケットリーダーとして後続の10社を合計するよりも大きな時価総額を持っていることは、私たち専門家でなくても知っています。PiPhone の機能は非常に未来的なもので、業界でもトップクラスのブランドになっています。そしてこのスマートフォンの背面には、他のスマートフォンとは異なって4つの小さなソーラーパネルが埋め込まれています。これによって充電効率の非常に高いソーラー充電が可能になり、砂浜を散歩している時でも、ランチをしている時でも、太陽が出てさえいれば充電し続けることができます。PiPhone は iPhone ユーザーとは異なり、充電器を持ち歩く必要すらありません。自ら充電することができることに加え、現在米国の50州すべてで50マイル、実に80キロごとに少なくとも一つ以上存在するテスラの充電ステーションやスーパーチャージャーで一瞬で充電することも可能だからです。PiPhone のソーラー充電機能は充電場所のない敵地での任務にあたるアメリカの兵士を筆頭に旅行者や屋外での活動が多い人にとって非常に魅力的であるため、こうしたユーザーのシェアをすべて置き換えていきます。テスラは2016年に家庭用と商業用の太陽光発電システムの施工を行うソーラーシティを買収したほど太陽光発電に力を注いでいますが、テスラの強みはこうした太陽光発電に加えて EV のコアテクノロジーであるバッテリー技術でも他を圧倒するものを持っています。そのため PiPhone が太陽光から発電したエネルギーはiPhone や他の Android 端末のものより優れたバッテリーに充電され、利用期間が長かったり何度も充電しても充電効率の低下は起き得ません。テスラのベルリン、ドイツにあるギガファクトリーは、リチウムイオン電池の開発、製造も担っていますし、現在建設計画が進んでいるインドネシアのバッテリー工場の建設、ニッケルなどの鉱石の採掘契約も締結しています。これまでテスラは EV の1充電あたりの航続距離の長期化を実現すべく、バッテリー技術の開発に多額の投資を行ってきたわけですが、こうした技術を使えば PiPhone のような小型製品に搭載可能なバッテリーも簡単に作れてしまいます。そのため PiPhone の電池容量は 7000mAh で、最新の iPhone の電池容量 5000mAh よりもはるかに大容量で、より長い時間使うことができます。PiPhone は大容量のバッテリーだけでなく、既存のスマートフォンよりも、より大きなストレージも備えています。スマートフォンのメモリは購入時に必ずチェックすべきポイントで、動作速度はこの数値によって決まるため、非常に重要になります。PiPhone のストレージの容量は他のスマートフォンはおろか、ほとんどのノートパソコンよりもかなり優れており、その容量は最大 2TB を搭載しています。これだけの容量ならストレージを使い切ることなく、容量を気にして写真や動画を写すみたいなことはしなくても済むようになります。また iPhone 13 Pro Max などのスマートフォンは 6GB のメモリを搭載していますが、PiPhone のメモリは 16GB で、ゲームをたくさんインストールしても動作が遅くなるということはほとんどありません。自動車を購入する際にはエンジンの性能をチェックすることでその車の実力を知ることができますが、スマートフォンの場合は先ほどのメモリに加えてプロセッサー CPU を徹底的にチェックすることが重要になります。PiPhone のプロセッサーは非常に特徴的で、暗号通貨のマイニングにも使用される強力なプロセッサーを使います。これは人類が他の惑星で生活するようになったとき、例えば火星で使用されるデジタル通貨であるマーズコインのマイニングができるようにするためとされています。スマートフォンでマイニングができる、この CPU がどれほど強力なものかお分かりいただけるかと思います。
ビットコインのような他の暗号通貨はマイニングが非常に厄介です。採掘者であるマイナーは暗号通貨をマイニングする際に通常複数のコンピューターを使用していますが、Python のプロセッサーはこの複数のコンピューターで行うマイニング作業をたった1台で行えるほど強力なものなのです。先ほど Python がソーラー充電機能を備えていて、敵地に乗り込む米兵でも使えるとお伝えしましたが、こうした戦場では当然通信網はありません。それでも敵地に Python を持っていけるのは、スターリンクの衛星インターネットのアクセスサービスにも標準対応していることに加え、Python が未来のテクノロジーであるニューラリンクに対応しているものだからです。ニューラリンクとは、スマートフォンと脳の接続を実現するブレインマシンインターフェースと呼ばれるもので、このニューラリンクテクノロジーにより Python ユーザーは考えるだけでコマンドを入力できるようになるため、いちいちスマホの小さな画面を見て入力する作業すら必要ないのです。これによって人やスマートフォン間での情報伝達に加えて、遠隔地にいる人と人との情報伝達すら今よりもずっと素早く行われるようになります。またニューラリンクテクノロジーにより言語障害を持つ人の思考を Python に表示することも特筆すべき機能であり、目や耳、話すことなどの身体的特徴、識字能力によらない円滑なコミュニケーションが可能になります。当然、これにより翻訳するという行為は人間が行う必要はなくなり、コミュニケーションを介在するクラウド上のサーバーによって自動的に言語が適切に変換されることになります。また、このテクノロジーを使えば、脳がまだ機能を停止していない昏睡状態にある人の脳を読み取ることすら可能になります。こうしたスマートフォンが医療の未来を大きく変えるというのはとても興味深いことだと思います。ブレインマシンインターフェース機能はこの Python にしか現状搭載されていません。テスラは毎回前代未聞の驚くべきテクノロジーを開発していますよね。Python は Apple の iPhone と同様にスマートで美しい外観をしています。テスラのスマートフォンのデザイナーは元アップルのデザイナーだからです。この元アップルのデザイナー、アントニオ・デローザはイーロン・マスクによってアップルから引き抜かれた人です。つまり iPhone のデザインが好きな人なら Python のデザインも好きだろうし、iPhone のデザインをテスラを象徴するより未来的なデザインに変換しているので、多くの人が Python のデザインを非常に気に入ると思います。また30分ごとに色が変わるフォトクロマティックコーティングが施されていることも大きな特徴です。これにより太陽光に当てるだけで色が変わるのです。正確に言うとカメレオンがカモフラージュするのと同じように周囲の環境に溶け込むように色が変化し、誰が見ても美しいと感じることができるようになります。Python のカメラについても見ていきたいと思います。Python には4つのカメラが搭載されていて、AI で暗闇を鮮やかに映します。メインカメラには1億800万画素のレンズが搭載されていて、他の3つのカメラもまた同様に非常に高性能なものになっています。フロントカメラも高品質でスクリーンに一体化されており、現在の iPhone のようにベゼルが不自然な形になることもありません。これによって自撮りをしたりソーシャルメディアに投稿する際に邪魔になることもなく、まさに映えを意識した撮影が可能になります。こうして Python は素晴らしい機能を持っていることがわかりますが、大衆に浸透させることを優先しているので、テスラのモデル S のようにそれほど高価でもありません。モデル Y やモデル3のようにテスラの製品が比較的安価で大衆に受け入れられるのは、誰もが手に入れられる製品を作るというテスラ社の方針に基づくものです。最新型のモデル Pi は$690で発売される予定ですが、発売時までにはこれよりさらに安くなる可能性もあります。つまり地球上のどこでも通信することができ、スマホを打つという行為そのものすら必要のない唯一無二の UI/UX を兼ね備えていて、充電すら必要のない最高の性能のスマートフォンが現代の十数万円もする iPhone よりも安い値段で購入することができるのです。当然発売時にはどの代理店でも売り切れとなりますが、購入を求めて二次流通市場、転売ヤーも増えることには注意が必要ですが、誰もがこのユニークなスマートフォンを使いたいと考えるため、
多くのスマホユーザーは PiPhone に乗り換えるべく、やすやすとその値段を支払って購入します。イーロン・マスクによれば PiPhone の発売時期は2022年末か2023年初頭になると明言したことで、これまでのように多くの憶測が飛び交うこともなくなっています。700ドル弱という値段が高価であると思う人にとっては、PiPhone の発売までお金を節約して貯める猶予すら残されています。購入方法は他のテスラ製品同様、代理店での購入もできますが、基本的にはテスラのウェブサイトからたった数クリックで購入することができます。注文後すぐに出荷され、アメリカでは翌日、日本では少し遅れて1週間程度で手に入れることができるようになります。スマートフォンの市場構造がこれにより大きく変わるので、携帯ショップの大部分はなくなってしまいますが、PiPhone を手に入れるにはそもそも携帯ショップにすら行く必要がないので、ユーザーからするとあまり不便に感じることはありません。イーロン・マスクはテスラ社同様、生産ラインの効率化を究極的に重視しているため、PiPhone もアメリカのギガファクトリーで製造されますが、初代のモデル Pi はギガテキサスでのみ生産が開始される予定です。これはテスラが世界に市場を拡大する前に、まずはアメリカに照準を合わせているためで、テスラの EV が世界へ進出する前に、アメリカ国民へ最初に発売されたのと同様です。テスラはマーケティング戦略上、発売後、アメリカで多くの売り上げを上げることが期待されていますが、同時にアメリカの主要企業であることをアピールすることにもなるので、米国第一主義を唱える米国政府の要人から熱い庇護を受けることにもつながり、今以上に政権からの手厚い補助金や投資を受けることにも成功します。PiPhone の発売セレモニーは、テスラの CEO であるイーロン・マスクが主導することは間違いないと思います。これは、スティーブ・ジョブスが iPhone を最初に発表し、世界をスマートフォンへの時代と導いたことを思い出させますが、イーロン・マスクが世界の新しいリーダーとしてのイメージ定着につながります。そしてイーロン・マスクはパーティー好きなので、発表セレモニーに招待された人たちのために盛大なパーティーを開くことも予想されますが、それ以上に会場にいない人も SNS 上で PiPhone の話題が大盛り上がりすることは間違いありません。そしてその日、インターネット上では PiPhone で撮影された高画質の写真で埋め尽くされるのです。これが初代 iPhone 同様、人類の文化、経済、歴史を塗り替える新たな時代の幕開けとなるのです。はい、いかがでしたでしょうか？このようにかなり詳細かつ具体的に PiPhone の使用がユーザー間で囁かれています。繰り返しになりますが、こうした PiPhone の開発に関して、イーロン・マスクが実際に話したことはありませんし、むしろイーロン・マスクは以前、将来スマートフォンは過去の遺産になる、遺物になるとも話していますので、イーロン・マスクが仮にこうした構想を持っていたとしても、スマートフォンではなくもっと洗練された別の形のプロダクトになる可能性もあります。しかし、この噂がここ数年ずっと囁かれ続けているのは、イーロン・マスクがスターリンクで衛星網を構築し、ニューラリンクの話題をツイッターやイベントで話す様子を見ていても、非現実的と切り捨てることはできないと思います。いずれにせよ、民間で初の惑星間の輸送システムの構築、火星上での居住環境の実現など、誰もが想像しないことを実現してしまうイーロン・マスクの行動力を考えると、スマートフォンの開発など朝飯前でいつか実現してしまいそうで本当にワクワクします。また今回 PiPhone について解説していて思ったのは、こうした新規のプロダクトはスマートフォンではなくてもいいということです。PiPhone はテスラのプロダクトに対する期待値が高いことを示す一つの証拠だということなのです。どういうことかというと、これから将来、テスラの新規プロダクトの発表の都度、こうした新たな期待が生まれて、企業価値としてさらに乗っかっていくのですが、それは今の企業価値などと比較することすらできない指数関数的な成長につながり、現在テスラに投資している投資家は、将来その恩恵を十二分に享受することができるということなのです。今回の内容は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。もし気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価、通知ボタンをオンにしていただけると励みになります。
動画の感想や取り扱ってほしいテーマ、その他どんなことでも動画のコメント欄に残していただけると大変嬉しいです。Twitter もやっているので、テスラ全力と検索してフォローしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。